どうも、ご近所の長砂ひろです。今日からペイントの基礎知識をちょっとずつ共有していこうと思います。っていうのも、なんか僕が絵の仕事してて、明らかにこの絵は感覚じゃなくて、知らなきゃいけない基礎知識がいくつかあるなってことは思っていて、でそれを知らないことが単純にすごく損なんですよね。なので、それに関してちょっとずつみんなと知識を共有していけたらなと思って、こういうの動画を始めてみました。でですね、今日のモチーフはまず白いものということなんですけども、なぜ白いものかというと、ペイント、色を使うにしても、まず色の前に白黒の階調、英語で言ったらバリューというんですけども、それで、ものを観察して、それを画面に落とし込む力がないと、色をうまく使えないんですね。で、その観察するための手段として、例えば、その目をね、こう、見開いてるのをこうやって薄く開いて見てみると、なんかちょっとずつ情報がなくなっていて、物事を白黒で捉えやすくなるんですよ。でそういうことをしながら、見て書いて見て書いてを繰り返していって観察していくんですね。でその白黒で捉えていけると、その色のまた別の回で話しますけど、色相が違っても色温度が違っても、階調さえ合っていれば、白黒の階調さえ合っていれば絵は成立するので、まずその白黒で捉えるというのがすごく重要な基礎知識になります。で特に白いものですね、描いた時にみんなやっぱり白っていう概念があるからすごく明るく描いちゃうんですよね。で結果ハイライトが乗らないってすごくよくある出来事だと思うんですけども、つまりハイライトっていうのは光源の反射なので、そこが一番明るくなるんですよ。なのでその白いっていうのは明るいということなので、それが見えるということはその周りが暗いということなんですね。そういうことをなんか頭で理解しつつ観察しつつっていってどんどん書いていってるのが今なんですけども、白い点がハイライトですね。ハイライトを書き進めておりますが、で実際白黒にしてみると、この途中段階でもこういう風に成立していると。で一番白いのが乗ってた状態でこうなるんですけどもね、ハイライト乗っててもこれぐらいの差が今あってて、でもこれぐらいで見えててもすごく感じが出てるっていうか、むしろ自然に見えるんで、多分これぐらい僕らの目が見てる時はこれぐらいなんですよね。でもその白っていう概念が邪魔をして、ハイライトをなんかこう明るく描きすぎてしまったりとか、ものを明るく描きすぎてしまうと、そのハイライトさえ見えなくなってしまうと、そこら辺は気をつけてやっていけたらいいなと思っておりますが、これは色調補正レイヤーを使ってますね。この Photoshop のせっかく機能があるんで、それをどんどん使ってですねやっていった方が、やっぱねコンピューター使うっていうのはつまり便利なんですよね。なんかせっかくやり直しが効くんで、どんどんやり直して、でいろんな技術、そのねチート裏技みたいなものを使って観察したものを画面に落とし込むっていうことが一番の目的なので、その目的のためにこういう技術を使ってどんどんやっていきましょうということで、あとはね、そういうことを分かったら、あとはどんどんもう見ては書いて、見て書いて、見て書いて、そう観察することがすごく重要で、その観察をしてそれを画面に落とし込めるっていうのがすごく重要な基礎知識として基礎の技術としてあるので、とにかく練習としてそれをやってみるのが、空いた時間でやってみる、15分とかでもね、ちょっと目の前のみかん描いてみるとか、そういうのもやってみると、いつの間にかそれ続けていくと筋トレみたいなもんで、いつの間にか自分が描きたいものを描けるようになると思います。イラストとかもね、そういう知識の技術の基礎の技術の上で成り立つと思いますので、ぜひ皆さん一緒に続けて、この動画等を続けて今後も続けていけたらなと一緒に思っております。さてさて、そんな感じでですね、ここでそろそろ書き終わって完成したのがこういう感じですね。白って言ってもこれだけの明度差が実はあるよという。でこれをさらに白黒にしてみるとこういう風に見えます。多分なんか自然に見えるっていうのが、やっぱ白黒にした時もバランスが崩れてないんですよね。でそれがすごく重要で、そういう基礎知識を今回は白黒で階調でバリューでやりましたけども、今後色など他のことにも関してこういう基礎知識を共有していけたらなと思います。皆さんなのでチャンネル登録と Twitter もよろしくお願いします。長砂ひろでした。じゃあねー。